ワールドラバーで大ヒット。リピーターが続出。レシーブが楽しい。究極のチャンスメイクラバー。アポロ5超極薄。ビデオ。ビデオ。ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のゲストは中国卓球クラブのモーコーチです。モーコーチは池袋にある中国卓球でレッスンをしています。また中国卓球クラブは池袋だけでなくラモン卓球クラブ&バーもオープンしました。詳細は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマはモーコーチがおすすめする3種類の流しレシーブについて解説していただきます。この内容はシェイク、ペン全てのスタイルに活用できます。この流しレシーブというのは相手の短いサーブの回転がわからないときにこのテクニックを使うことで相手のサーブの回転が多少わからなくても返球することができるというレシーブが安定して入る万能技として多くの方に試合でたくさん使われてきました。今回はその流しテクニックをより堅実に安定して入るようにした内容になっています。流しレシーブを覚えたい方や相手のサーブがわからなくて困っている方はこの動画は必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。ではもうこちらのレッスンを見ていきましょう。では皆さんまたレシーブの方で、やらせていただきたいと思います。中国語でいくと花、撇、ピという言葉があるんですけども、花は流し、撇は日本語ないです。流しより強い球が出る。ピは長く切る。で言葉通りはピの方がみんな山の中で生活するときにログハウスで住んでて、で火を起こすよね。でその時には炭もないしガスもないから薪、釜で薪を割れる。でその薪を燃やすじゃん。ピ、これは総動試合の時に使っているので、とっても今現在でもワンソーシンでもね、林公園でも今張本もよく使ってますよ。特にみんなミドルにさせられたらどうしようもないので、それをこれから紹介いたしますね。でまず優しいの流し。当然これ全部短いボールのことですね。ナックル、下、横、この3つの回転対応するやり方です。これをよく覚えてくださいよ。巻き込みにしようが Y 字にしようが順回転にしようが、うちの横もしくは下もしくはナックルであれば全部いけますね。まず流しをいきます。この3箇所にフォア前、ミドル前、バック前ね、3箇所でいきます。今流したのはナックル。今流しましたよ。ナックルでしたよね。流し。この流しの動作で何なんですか。モーさんがだいぶいつも表現しているのは魚の尻尾、ね、魚の尻尾の感じね。S 字を書くの感じ。エースの字を書いてある感じね。一回見てなさい。これ優しくでいいので、水の流れみたいな、川の流れみたいな、ゆっくりでいいね。ゆっくりボールが上がって頂点落ちたところ、頂点から落ち始めるところがベスト。そうするとボールがよく見えるから流しやすい。で待ってる間には相手も止まっちゃうので動けないから、そうすると相手止まってるので動いてない、じゃあバックに行く。相手動いて回り込もうとしたらフォアの方に行く。そうすると相手が動けなくなる。この技術は基本的に相手が動かさないようにフェイントを使えるから流し。フェイントを使えると相手になおさら動けない。で相手が回り込もうとしたときにフォアの方で、相手が回り込もうとしたときにフォアの方で、そういうやり方だと相手が分からなくなる、ね、これが流し、ね。
じゃあミドルの方に、今はフォア前ナックル、じゃあミドルの前下回転いきますよ。下回転、下回転、同じく流すね。下回転、見てよ、見てよ。区別は何でしょう。フォア前ナックル、面はちょっとこのぐらいの角度でしたよね。ミドル下回転でした。面はちょっと仰向けにした。なぜ？落ちるから。落ちるから下回転だから、こうなると落ちるので、だから乗せて横から、流していく。そうするとネットに超えるから、そこを意識してくださいね。だけど角度も違う。じゃあタイミングも一緒です。ちょっと早めに頂点でもいいし、落ち始めるタイミングでもいいし、とにかく早くしていけませんね。下回転でも流せます。ミドルに下回転きました。流します。じゃあこの技術で一番よく使える場所は、試合の時はダブルスのレシーブです、ね、シングルよりはダブルです。でもシングルみんなもうレベル高いのがチキラいきます。今の話いくとレベルそんな高くないの人には全員使えます、ね、それを意識してみてください。じゃあ今度バック前の方に横回転来る場合はどう流す。バック前の方横回転来ました。これをどう流す。今みんなだけど見ました。ナックルの時はこう、した時はこう。今横のとね、こうでしたよね。上から始まった。横だから上がっていくんで、それを上がってこないように押さえた。さらに自分の回転をグッと左下の方に持っていった。そうすると相手の回転を借りながら順回転で返した。順回転で返した。だから相手の方もやりづらい。イコール相手はこのサーブ来たら自分は流し返すと、自分の方は横回転サービスを返した。で、横下に向いてるから横下に変わった。それをよく見てくださいね。今の台の音切るのあったよ。どんだけ左下の方に切ったね。上がってから横下の方に切る。で、相手を回り込もうとしたらフォアの方に軽く払っていくと、相手回り込めなくなる。これはコンビね。払っていくことを流していくのコンビ。すると相手の方がこのサーブ2度も来なくなる。だってやられるから、自分の3球目しづらいから、このサーブもしない。なのでフォア前、ミドル前、バック前流す。ナックル下横どっちも流せることができる。これをやってみてください。これをこれは流しね。これは流しですよね。ゆっくりでいいからね。流しね。見てよ。見てよ。これを海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。